浅草キッド。何ができんだよ。ジャズは好きです。やれんのか。いや、聞くだけ。聞いてどうすんだバカ野郎。芸人ビートたけしの誕生の裏には知られざる師匠が存在した。人生切って芸人としてやってこう。君が浅草来たんだよ。会いたくて恋しくて。おはようございます。おはようじゃねえよバカ野郎。昭和40年代の浅草。たけしは大学を中退し、お笑いの殿堂浅草フランス座に飛び込み、伝説の芸人に弟子入りする。たけ、なんだそれ。ホステスです。バカ野郎。芸人なら芸で笑いとれ。笑われんじゃねえぞ。笑わせるんだよ。師匠深見に大泉洋、若き日のたけしに柳楽優弥、監督脚本を手掛けたのは劇団ひとり。そして主題歌は桑田佳祐。笑わしてやるよ。浅草期待の新人。では張り切ってどうぞ。夢に向かってひた走る弟子と厳しくも愛情深い師匠との絆を描く。この野郎、ひょっとしたらひょっとするぜ。新聞記者。ここには都合の良くないものが存在している。それはどういうことでしょうか。真実を追求し続ける新聞記者が公文書改ざん事件の真相を追う。この件はこれで終わりだ。この事件は闇に埋もれていい問題ではありません。現代社会の問題に正面から切り込み、日本アカデミー賞で3部門を受賞した映画「新聞記者」がネットフリックスシリーズとして新たに生まれ変わる。ノート新聞の松田と申します。お話を伺いますか。お話しすることは何もないと思います。野党の追及や新聞社の報道には困ってますよ。暇なんですよ。謎の正義感で生きてる。これは世の中に出す意義があります。私は自分の仕事を全うしたまでです。俺大変なことしちゃったかもしれない。業界の異端児と呼ばれる記者松田には米倉涼子。権力に忖度しろってことですか。人生って最初から決められてる気がしてきた。最近気になったニュースなどありますか。エリート官僚村上を綾野剛。国家の安定につながるんでしょうか。事件に巻き込まれていく大学生木下には横浜流星。私は一人になっても戦い続けますから。報道、官僚、市民の3つの視点から正義を問う。わからないでしょ。本当のことを話してください。何があったか知りたいです。政権がひっくり返るかもしれんぞ。この国は変わらないといけないんです。金魚妻。不倫なんて考えられない。何これ。今俺がいなきゃ何もできねえガラクタだろうが。私はガラクタなんかじゃない。やっぱり返さなきゃよかった。禁断の愛を描くコミックスを篠原涼子主演で実写化。平賀さくらは夫からの DV に苦しんでいた。大切にしてほしかった。そんな時金魚をきっかけに出会った男にありのままの自分を受け入れられたことで一線を越えてしまう。映像化は難しいと言われた本作に体当たりで挑むのは篠原涼子。複雑な人間ドラマと美しい映像が織りなす大人のラブロマンス。金魚ってたくましいんですよ。金魚鉢から飛び出しても悠々と泳げる力を持ってる。檜山健太郎の妊娠。50年ほど前、世界各地で男性妊娠の報告が相次ぎました。檜山さん、あなたは妊娠しています。妊娠？男性も妊娠するようになった世界で妊娠・出産の問題をコミカルに描く。子供を持つとか現実的に無理ですし。斎藤工と上野樹里の共演で送る社会派コメディー。君たち相性いいでしょ。男性妊娠ってやつ。男の人が子供を産んでくれるなんていい時代になったよね。まず私の子なのって言っちゃった。それ男が言うやつ。
一日中吐き気するし、上司にも睨まれてるし、すでに生活に支障出てんの。ごめん。それどうしたんですか？性別ですが知りたいですか？檜山さんはどうお考えですか？思いがけないことが人生には起こるんですよ。僕たちはみんな大人になれなかった。おいでよ。毎日ずっとカレンダーに×つけてたんですよ。今日も一日犯罪を犯さなかったって。やばいですよね。面白いと思う。一緒にやってくれるか？君はどっちじゃあ左。小説書いてみたら？俺には何にもないよ。こういう時はバカになんないと明日何があるか分かんないんだよ。今度 CD 持ってくるからね。遅えよ、何やってんだよ。お前は自分のやりたいことやれよ。小説とか書いてたよな。小説書けてたらこんなとこいねえよ。あらゆる世代から共感の声がやまない。作家萌え柄によるデビュー作を森山未來と伊藤沙莉で映画化。あんたなんかに会わなきゃよかった。俺は会えてよかったよ。僕たちはみんな大人になれなかった。桜のような僕の恋人。泣ける恋愛小説として TikTok で人気に火がつき60万部突破のベストセラー小説が待望の映像化。美容師の美咲に恋をした春人は彼女にふさわしい人間になるべく諦めかけていたカメラマンへの夢に向き合うことを決意する。しかし美咲は人の何十倍も早く老いていく難病を発症する。いや、なんかこの力ですごい訴えかけられるものが半端ないですよね。伝わります。なんかすごいありがとうございます。かねてより原作ファンを公言していた中島健人が主人公春人、そして美咲を松本穂香が演じる。今和の国のアリスシーズン2。謎の世界を舞台に若者たちが命を懸けたゲームに挑むサバイバルドラマ。2020年に全世界同時配信となったシーズン1は国内視聴1位を獲得。さらに世界およそ40の国と地域で総合トップ10入りを果たし、日本初の実写オリジナル作品では世界で最も視聴されたコンテンツとなった。そこに答えがあるのかな？俺は生きる。そんな今和の国のアリスシーズン2が絶賛撮影中。山崎賢人です。土屋太鳳です。今和の国のアリスシーズン2、現場からお届けします。このゲームが何のためにやらされてるのか、元の世界に戻れるのか、アリスが求めている答えっていうのは何なのかっていうのを最後まで楽しんでもらえるように撮影をみんなで頑張っていきたいなと思っております。エンターテインメントという世界を通して心が共有できるように踏ん張りたいなと思います。ファーストラブ初恋、宇多田ヒカルの名曲ファーストラブ、その19年後に発表された初恋。この2つの楽曲にインスパイアされた史上最大級のスケールで送る究極のラブストーリー。ダブル主演には満島ひかりと佐藤健。10代の若き2人を演じるのは八木莉可子と木戸大聖。忘れられない初恋の記憶をたどる。サンクチュアリ聖域。日本の伝統文化として神秘のベールに包まれている大相撲。リアリティを求め前代未聞のプロジェクトが始動。
1年以上にわたる徹底的な肉体改造と稽古に挑む。主演を務める一ノ瀬渉をはじめ染谷将太、小雪、ピエール瀧など演技派俳優が共演。悠々白書、週刊少年ジャンプ伝説的大ヒット漫画がついに実写ドラマ化。全世界独占配信、2023年12月決定。赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。大人も楽しめる謎解き小説をコメディのヒットメーカー福田雄一監督が映画化。離婚しようよ、脚本家工藤官九郎と大石静香の強力タッグでドラマ化。極悪女王、日本中から嫌われ女子プロレスラー史上最も有名なヒールになったダンプ松本の知られざる舞台裏をドラマ化。企画・脚本・プロデュースを鈴木おさむ、監督は孤狼の地の白石和也。恋に落ちた家、韓国の恋愛映画歴代興行収入1位を塗り替えた建築学概論を山下智久主演でリメイク。日韓最高峰のキャストスタッフによる至極のラブロマンス。未来日記。バイバイ。未来日記。よし、泣くな。それは2人の未来が書かれた不思議な愛の日記。信じられないような出会い、感動的な愛の告白、ドラマチックな体験をしていく中で2人は本当のよいしょ、頑張って。恋に落ちていくのか。疲れた。でも日記には永遠の別れが書かれている。前も楽しかったよ。タクトのこと大好き。社会現象となった伝説的番組をリブート。トークサバイバー、トークが面白いと生き残れるドラマ。実力派俳優が出演するドラマに千鳥らお笑い芸人が参戦。トークが面白くなければ即敗退のトークサバイバル番組。ラブイズブラインドジャパン、外見ではなく心のつながりで結婚相手を見つけるリアリティ番組。ナビゲーターは藤井隆と女優の板谷由夏。生田斗真ドキュメンタリー。いつか2人で舞台やろうぜって言われて、でしかもそれを歌舞伎で、まあ本当に未知数ですからね。もうやったことないのでむちゃくちゃ怖いです。これは歌舞伎役者はやめられないよな。フリップはコイン、ワンオクロックドキュメンタリー。一本だから意味がある。死ぬ気でやったろうと思いました。僕らのライブってお客さんと共有することでもう何倍にもこう楽しさが増して、誰も準備してなかったっていう。だからこそでかいところでがっつりやろうよ。絶対気にし本気で言ったろうと思いましたね。音を届けるっていう。明日子供が生まれます。全部リスク取ってやろうと思ってた。俺はそれがロックバンドだって